はじめまして、絶野屋です。今日は半導体テストの話です。GPU や HBM は派手です。CPO も未来感がある。でも、それらが高度化するほど裏で濃くなるのが、テスト、検査、計測、満員です。セミによると、2025年のテスト装置請求額は前年比 55% 増。はい、測る技術、かなり元気です。昔のテストは、完成したチップが動くかどうかを見る最後の合否判定に見えました。でも AI 時代は違います。高価な GPU、AIASIC-HBM チップレットを不良のまま積み上げないためのぶどまり制御です。ここを雑にすると、賢いチップ以前に高いゴミを量産します。全否定です。流れはこうです。メハー上で検査し、プローブカードで触れ、8で電気的に測り、パッケージ後にハンドラーやソケットで量産テストをし、最後にバーインと SLT で現実負荷まで詰める。半導体テストは一発勝負ではなく、何段にも重なる門番です。8は、チップに信号を入れて検事を読む司令塔です。ロジック、メモリ、高速 I/O、消費電力、温度耐性を見る。AI チップは巨大化し、HBM やチップレット接続が増え、PCIe や CXL のような高速 I/O も増えるので、テスト項目も時間も精度要求も上がります。派手ではない。だが本丸です。そして、どれだけ高性能なテスターがあっても、チップに正しく触れられなければ測れません。そこでプローブカードです。接点数は増え、ピッチは狭くなり、高速信号も大電流も来る。HBM やシリコンフォトニクスでは、接触技術そのものがボトルネックになり得ます。地味に見えて、かなり勝ち筋です。検査と計測は、電気を流す前に、物理的に正しく作れているかを見る工程です。特に伸びるのは 3D 計測。HBM チップレットハイブリッドボンディングでは、マンプ高さ、反り、表面性、接合面まで見ないといけない。AI パッケージは、平面のチップではなく積層された複合体です。見逃しコストが重い。特に先端パッケージでは、丸い台を積んでから発見すると損が急増します。GPU で HBM、インターポーザーを組んだ後で一つ外れると、複合体ごと傷む。だから、組む前に良品を見抜くことが重要になる。いわゆるノングッド台です。テストは後始末ではなく、損失を前倒して潰す工程になります。ハンドラー、ソケットコンタクタは少し地味です。でも、量産が増えるほど摩耗し、交換が発生し、サービス収益も積み上がる。主要データセンター向けでは高性能テスト、MEC や H 向けでは数量と信頼性要求が増える。爆発ではないけれど、そこが抜けにくい領域です。こういうの、私は好きです。バーインは、高温高負荷で初期不良をあぶり出す工程。SLT は、実機に近い環境で OS、ファームウェア、メモリ、I/O、熱までまとめて試す工程です。AI チップは8で合格しても、長時間負荷やネットワーク込みで崩れることがある。だから最後に現実をぶつけます。現実、普通に容赦ないです。ここから少し景色が変わります。AI データセンターでは、GPU 間、ラック間、スイッチ間の帯域が爆発します。電気配線だけでは、距離、消費電力、発熱が苦しくなる。そこで光接続です。つまり、測る対象は電気だけでは足りなくなります。光まで来ます。眠たいどころか、急に未来です。シリコンフォトニクスでは、レーザー、転調器、動作炉、受光器、カプラーを測ります。難所は光アライメント。電気は金属パッドに触れればよい。でも光は、位置、角度、高さ、変化が少しずれるだけで損失が増える。精密すぎる。可愛い顔をして、測定難度はだいぶ鬼です。CPO は、スイッチ ASIC や AI アクセラレータの近くに光 I/O を置く考え方です。必要になるのは、光出力、波長、挿入損失、MER、PAM4、熱干渉、反り、長期信頼性。つまり CPO テストは、半導体テスト、光通信テスト、パッケージ検査、バーインの合体技です。盛りすぎ。でも本当にそうです。CPO や光 I/O では、電気側だけ、光側だけを別々に測っても足りません。ドライバー、変調器、動作炉、カプラー、受光器、サーテス、温度ドリフトが一体で性能を決める。だから伸びるのが光電気同時テストです。二つの世界を同時に読む。これは普通に強いです。短期でわかりやすく伸びるのは 800G、1.6T、そして 224G の検証です。AI クラスタが速くなるほど、帯域だけでなく、低い BER で正しく伝わるかを見る必要がある。速いだけの通信は、割と迷惑です。速く、正しく、量産で再現する。ここに測定器の価値が出ます。光接続テストが面白いのは、まだ量産標準が固まりきっていないことです。装置、ジグ、アライメント、測定ソフト、バーインまで、新しい需要が生まれやすい。
半導体テストの成熟市場に見えて、光が混ざるところだけ急に未開値が残っている。私はこういう境界領域が大好物です。プレイヤーを見るときも、派手な名前だけを追うと少し雑です。プローブ 3D 計測、許可電気同時テスト、光通信検証では、伸びる理由がそれぞれ違う。単一の照射探しではなく、の工程に複雑性が乗るのかを見る。ここを分けて考えると、成長地図がかなり見やすくなります。さらに先では、AI ランとフィジカル AI で測る対象そのものが広がります。シップ単体から、現実世界で動く AI システム全体へ、RF センサー、HSOC、通信断時の安全動作、モデル更新後の劣化まで見る。測定対象が半導体から現場へにじみ出していきます。ただし、ここは少し冷静に見ます。AI ランやフィジカル AI のシステム検証は伸びますが、半導体や CPU ほど装置産業として一箇所に集中しにくい。価値はシミュレーション、監視、安全性評価、モデル回帰テストに分散しやすい。夢はあります。でも、何でも同じノートで伸びるわけではありません。フィジカル AI で本当に増えるのは、HAISOC の SLT、カメラやライダーのテスト、環境試験、信頼性試験、AI モデル検証です。ロボットや車や工場設備では、誤作動がただの不具合で終わらない。止まる、ぶつかる、壊す。だから、安く早く動くだけでは足りません。安全に動け、です。AI ランでは、従来の RF 試験だけでなく、AI スケジューラーが混雑時に正しく判断するか、乱処理と AI 推論が同じ基盤で共存しても遅延を守れるか、モデル更新後に性能が劣化しないかまで見る必要があります。無線だけ測れば終わり、ではありません。ネットワークも AI 化すると、テストも AI 寄りに太ります。結局、成長エンジンは2段構えです。主要データセンターでは、GPU、HBM、CPO の高単価と高複雑性でテストが伸びる。MEC や Edge では、小型 GPU、NPU、RF センサーの数量と信頼性要求で伸びる。主要は濃さ、Edge は広がり、どちらも測る仕事を減らしません。私の見方では、まず見えやすいのは、HBM と先端パッケージの検査、3D 計測、次にレートとメモリ、SOC テスター、そしてプローブカードです。理由は単純で、AI チップが高く、複雑で、積層されるほど、見逃しの損が大きくなるからです。ここはかなり素直に強い。その次に来るのが、光電気同時テスト、CPO テスト、224G と 1.6T の光通信検証、そしてバーインです。特に光は、今後の AI クラスタで帯域と消費電力の壁にぶつかるほど存在感が増します。電気だけで殴る時代の先に、光を測る時代が来る。全工程です。フィジカル AI では、まずハード側の試験が増えます。HAISOC、カメラ、ライダー、レーダー、低音高音、振動、粉塵、電源瞬断。現場に置く機械は、綺麗なラックの中だけではいきません。中央 DC より単価は落ちても、数量と環境の厳しさが試験需要を作ります。現実、全然優しくないです。ここまでを1枚にすると、測る対象は、シップからパッケージへ、パッケージから光へ、そして現場 AI へ広がります。半導体テストと通信テストの境界は近づき、中央 DC とエッジの両方から需要が押し寄せる。地味に見える工程が、未来の AI インフラを成立させる骨組みになっていきます。さらに厄介なのは、ハードが正常でも、モデルが危険な判断をすれば事故になることです。更新後に精度が落ちていないか、道環境でどう振る舞うか、通信が切れた時に安全側へ倒れるか、フィジカル AI では、テストの対象に知能そのものが混ざる。ここが面白く、そして重いです。結論です。AI 時代のテストは、最後に丸をつける工程ではありません。高価な AI パッケージを成立させ、光接続を量産し、現場 AI を安全に動かすための土台です。GPU やモデルだけ見ていると、裏側の成長を取りこぼします。測る技術は、AI の裏側でちゃんと太ります。以上、ゼツノイヤでした。疲れました。眠たいです。